はまずキャラメルを作っていきます。こちら手鍋に生クリームを測ってください。こちらはグラニュー糖、こちらお塩です。はい、こちらがっつり売れたバナナ。このぐらいシュガースポット出たものの方が甘み、あとは香りが強くなります。はい、ではこちらの鍋をまず温めます。この生クリームもゆっくり温めましょう。鍋がある程度温まったら、まず最初にお砂糖少しだけ入れます。本当にこのぐらい少しでいいです。だんだんお砂糖が溶けてきましたね。そしたらまた次のお砂糖を少し加えます。この段階ではなるべく焦がさないようにしましょう。このぐらいまた溶けましたら、次のお砂糖。この溶けた砂糖の量が多くなったら、入れる砂糖の量も少し多くして構いません。はい、したらお砂糖全部入れちゃいます。生クリームは沸騰したら止めます。お砂糖はですね、均一に溶けるのが大事です。なんでたまにお鍋回してお砂糖混ぜた方がいいです。はい、どんどんブクブクしてきましたね。ですがこれちょっと焦がし気味にやるのがコツです。というのはケーキ焼き上げた後にきちんと焦がしてあげないとキャラメルの香りが残らないんですよ。なんで今結構ガーって煙出てますけど、これ我慢してくださいね。我慢ですよ。なんかもうダメなんじゃないかと思うかもしれませんけど、まだです。これそろそろいいですね。見えますかね。プロではない、焦げ茶。このぐらいしっかり焦がします。はい、そしたらこの中に温めた生クリームを入れていきます。最初少しだけです。キャラメルの火は止めていいです。そしたら全部入れます。これキャラメル作るときはなるべく深いお鍋でやってください。溶かした砂糖に生クリームなどの水分を混ぜるとき、この液体物は必ず温めてください。冷たいものを入れてしまうと、この中でキャラメルがガッチガチに固まってしまいます。こちらお塩加えます。はい、そしてここでバナナも加えます。このバナナの筋は取りましょう。もしポテトマッシャーありましたら、ポテトマッシャーで潰すのが一番です。私はちょっとポテトマッシャー持ってないので、ホイッパーでバナナペースト状にしないで、このぐらい粒を残した状態にします。そしてこのキャラメルは30度ぐらいの温度になるまで放置します。はい、ではこちらオーブンペーパーで型紙を作っていきます。本日使用する方はこちらのパウンドバター。側面、底、ここの側面、こちらがきちんとかぶさるぐらいの長さを取ります。そしたら次、今度はこちら側の側面、底、側面、かぶさる長さを取って、型に合わせてまずここの長い線を折り込んでいくんですね。こうやって印つけたらビシッと折る。そしたら次ここの辺ですね。次にこの部分をハサミでカットします。これを内側に折り込んで、この両サイドを折りたたむ。これで型の完成です。じゃあまず卵を割ります。卵は卵白と卵黄に分けます。次、こちらボウルにバターを入れてクリーム状にします。バターは室温に戻しておいてください。バターが均一な硬さになったら、こちらグラニュー糖 30g 入れます。はい、そして均一に混ぜます。バターと砂糖がしっかり混ざったら、ここに卵黄を入れます。まず最初は1つ分入れましょう。混ぜます。はい、そしたらまた卵黄入れます。卵黄全部入れます。はい、混ぜれば大丈夫です。こちら先ほどのバナナキャラメル、こちらが30度ぐらいに冷めたので、このバターと混ぜていくんですけど、その前にこのバナナキャラメルにジュースを入れます。はい、そして混ぜます。このバナナキャラメルボウルに入れていきます。このバナナキャラメルどうして30度ぐらいに冷まさなきゃいけないかというと、これが熱すぎるとバターが今度溶けてしまうからですね。なので熱すぎ注意です。そしたらこちら2つとも混ぜていきます。このように混ざり合わされば OK です。さあまず小麦粉をふるいます。
小麦粉を振る理由は、まずは小麦粉のダマをほぐすってことですね。振るわないで振ってしまうと、小麦粉の塊が残ったまま混ざってしまって、ケーキに焼きムラができてしまうんですね。はい、これ1回振るったんですけど、もう1回振るいます。2回目は粉を生地に混ぜる直前に振るいます。では卵白を泡立てていきます。はい、最初にお砂糖少しだけ入れます。そしてホイッパーは中速です。このぐらいしっかり綺麗な角が立つまで泡立てれば大丈夫です。はい、じゃあここからめちゃめちゃ手早くいきます。小麦粉もう一回ふるいます。小麦粉の中に空気を含ませてあげます。はい、そしたらですね、まずこの卵白の3分の1この中に入れます。はい、そして混ぜます。はい、このぐらい混ざったら小麦粉2分の1入れます。はい、混ぜます。はい、このぐらい混ざったら次メレンゲの3分の1入れます。はい、そしてこのぐらい混ざったら小麦粉全部入れますね。はい、混ぜます。ここめちゃめちゃ手早くやってください。はい、そして卵白を全部入れます。なぜこうやって交互にやっているかというと、なるべく混ぜる回数を少なくするためです。メレンゲというのは空気が含まれてできているので、混ぜれば混ぜるほどこの空気は潰れてしまいます。そして小麦粉、グルテン含まれます。これを混ぜすぎるとグルテンが強く作用してしまってケーキがふんわり仕上がらなくなってしまうんです。このぐらい均一かつふんわり混ざれば OK です。この型に入れていきます。型に入れたらですね、こちら真ん中をくぼませて両サイドをなるべく高くしていくんですね。というのはケーキがわーって真ん中から膨れてくるんですよ。そうすると両サイドの高さが減ってしまうんですね。ですので最初から生地を両サイドに持ってくることによってなるべく全体が均一な高さに上がるようになります。串を刺して芯に生地がついてこなければ大丈夫です。しっかり平らに焼き上がりましたね。はい、これで冷ましていきます。はい、ではこちら刻んだホワイトチョコレートです。こちらをまず湯煎で溶かしていきます。このようにホワイトチョコレートが溶けました。そしたらこの中にこの生クリームを入れていくんですけど、溶かしたホワイトチョコレートは温かいまま、この生クリームは冷たいものを加えます。3分の1ぐらい入れたらまず混ぜます。チョコレートに少しだけ水分加えるとこんな風にソリッドな状態になりますけど、心配いりません。こちら少しずつ加えていくことでチョコレートがどんどん滑らかになります。しっかり混ざり合わさったらまた少し入れます。はい、このようにホワイトチョコレートと生クリームがきれいに乳化しました。こちらしっかり冷めたのでまず型から外します。そしたら周りの紙丁寧に剥がしますね。いい匂い。これ折り込んじゃいましょう。この上にホワイトチョコレートかけていきます。手早く伸ばしていきます。刻んだチョコレートですとかローストしたナッツ、そうするとこちらですね、実は本日食べません。ケーキが乾かないようにケースなどに入れて一晩冷蔵庫で寝かして翌日食べます。その方がケーキにしっかり水分が戻ってきてしっとりして美味しいです。どうもありがとう
とうございます。このキャラメルバナナケーキの作り方のポイントは、しっかりキャラメルを焦がすこと、なるべく手数を少なくして混ぜすぎないようにすること。ぜひ作ってみてくださいね。私の本職は洋菓子職人なんですね。ですが、私お料理も好きなので、エラのチャンネルでは海外で作る日本食、インターナショナルなお料理、美味しいお菓子の作り方をどんどん紹介していきます。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。